どうも、伊畑です。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。僕ね、1月1日にね、2022年に発売する富士フイルムの新製品の噂みたいな感じの動画を出させていただいたんですが、2本ね、完全に漏れてたレンズがあります。完全に忘れてました。いやー、これはね、ちょっと申し訳ないことをしたなと思って。でね、この漏らしてたのが、ちょっとした噂とかじゃなくて、去年のね、9月にあった X サミットの中でもう2022年に出すよって言われてた2本を漏らしたんですよ。いや、これはやってしまったなと思って、今日ね、急遽動画を回してるんですが、開発発表されたね、2本のレンズっていうのの1本が、XF150-600 のめちゃめちゃね、超望遠ズームレンズなんですよ。で、こっちはね、順当にもう富士フイルムの超望遠側を強化するようなね、レンズっていうので、ある意味驚きとかもそんなないんじゃないかなって思うんですが、もう1本がね、正体不明のレンズなんですよ。そのもう1本っていうのが XF18-120mm っていうもので、その 18-120mm って、フルサイズ換算にすると27から 183mm ぐらいまでっていう風に言われてて、で便利ズームなのかなっていう感じなんですけど、そのね、スチルと動画の切り替えっていうのをシームレスに行いますよと。ワンオペで撮影をする人にとってめちゃめちゃいいレンズになりますよみたいなことがね、言われてたんですよね。でね、その噂だけがポロッと X サミットで出てて、それっきりね、何も噂聞かないレンズなんですよね。なので今回の動画では、このね、XF18-120mm っていうレンズがどんなレンズなのかっていうのを僕なりにね、ちょっと予想してみたんですが、これね、よくよく考えてみたら、下手したら2022年で一番買いなレンズになる可能性も十分に秘めているレンズだなと思って、そのあたりね、僕がなんでそう思ったのかについてもこれから詳しくご説明をさせていただきます。ちなみにね、今回の動画はあくまでこの僕自身の予想なので、皆さんがね、XF18-120mm こういうレンズだと思うっていう予想がありましたら、コメント欄にてね、教えていただけるとすごく嬉しいです。では動画スタートです。で、まずね、XF18-120mm ってどんなレンズなのかっていう、今ね、その分かってる情報だけ先に確認しちゃうと、まずはね、当然焦点距離が 18mm から 120mm。これ、APS-C をね、フルサイズ換算すると、だいたい27から 183mm 相当になるっていう風に言われてます。なんでね、その、ズーム倍率が約 6.7 倍なので、完全に便利ズームの範囲に入ってますよね。で、これがね、インナーズーム仕様。ちょっと僕ね、今手元にズームレンズがないので、その再現できないんですが、ズームレンズってね、普通こうやってズームリングを回すとニョキって伸びていくんですが、インナーズームっていうのね、ズームレンズを回してもこの鏡頭の長さが変わらないんですよねっていう、そのインナーズーム仕様らしいです。これはね、特にジンバル乗せる人にとってはめちゃめちゃありがたい機能だなと思って、やっぱりジンバルってそのバランス調整がめちゃめちゃ大変なので、このズームレンズがね、ちょっと伸びるだけでもやっぱり細かいバランスとかね、変わってきちゃうんですが、それがね、インナーズームであることによって、どのズーム域においてもその最初に取ったバランスを一切ね、崩すことがないっていうのは、これはね、めちゃめちゃジンバル乗せる方にとってはいい仕様だなっていうふうに思います。で、それからね、X サミットで言ってたのが、シリーズで初めてワンオペレーションでの本格的な動画撮影をサポートする機能を備えるっていうふうに言ってるんですよね。これがちょっと謎な部分なんですよね。本格的なワンオペの動画撮影をサポートする機能ってなんやねんっていう、ここがちょっと謎な部分で、あとは2022年発売。今のところね、分かってる情報はこういうものと、あとね、X サミットの中でレンズの画像が公開されましたね。こんな感じです。で、これ見るとダイヤルがね、3つついてるんですが、1つのダイヤルがね、完全に謎な形状ですよね。てかこれダイヤルって言っていいのかわかんないのかぐらいの、そのレンズ鏡頭のね、真ん中にやたらちっちゃなそのダイヤル的な何かが入っているっていうものと、あとはね、ボタンが1個ついてるっていう、そういう形状をしてます。なのでね、今のところ本当にこれしか分かってないんですよ。これしか分かってないので、もうね、後の部分どういうレンズになるのかっていうのは本当に予測に予測を重ねていくしかないんですが、ここからはね、もうめちゃめちゃ僕の主観的な予想、僕個人の予想になってくるんですが、僕がね、このレンズどんなレンズになるのかなって予想するとするならば、コンセプトとしてはマイクロフォーサーズでめちゃめちゃ人気だった1200mm の F4 同士のズームレンズ、あれにね、近い形にしてくるんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ。で、あのレンズがめちゃめちゃバカバカその人気になって売れた理由っていうのは、やっぱりね、高画質とすごいズーム域と超強力手ブレ補正っていうのを備えていたので、この1本あれば全ての状況にレンズ交換なしで対応できるっていう、そういうところでね、めちゃめちゃ売れてったんですが、このレンズもね、ちょっと僕そういう風なレンズになるような気がするんですよね。なのでそういう視点で僕これからね、このレンズどういうものなのかっていう、もう少し詳しくね、予想をお話ししたいという風に思います。まず F 値なんですが、
これはねやっぱり F4 固定で来るんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。まずこんだけねインナーズームとかも採用してきて動画を意識してるので、めちゃめちゃねこの動画中にもズーム活用してくださいって言ってるようなレンズだと思うんですよ。そういうレンズでやっぱりねF 値が変わるって、動画を録画しながら F 値変わるといろんなパラメータがね変わってきちゃうので、あんまりね綺麗な映像にならないんですよね。なのでねおそらく F 値は固定だと思うんですよね。てか F 値っていうよりもしかしたらT 値で来るんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ。F 値と T 値の違いって何かっていうと、 F 値は完全に理論上の光の入り方が F 値なんですよ。それに対して実際にそのレンズから入ってくる光っていうのは、レンズの中でも少しずつ光の量が少なくなって最終的にセンサーに到達するので、入ってくる理論値と実際にセンサーに届く光の量っていうのは多少のズレがあるんですよね。で F 値っていうのはこの入ってきた光がセンサーに届く理論値を表してるんですが、 T 値っていうのはその入ってきた光がレンズの中でのね減衰っていうのをちゃんと踏まえた上での本当にセンサーに届く量を T 値で表してるので、そのねシネマレンズ的なことを言いたいのであれば、やっぱりねここ T 値で来るかなっていうふうに思います。なのでねおそらくね F 値は投資であることは間違いなくて、かつねその T 値で来るんじゃないのかなっていうのをワンチャン思うんですよね。ちなみにその F4 固定に関してなんですが、 F2.8 はねさすがにないと思うんですよ。 F2.8 でねこの便利ズームの領域っていうのはさすがにないと思って、で F5.6 はねやっぱりみんな敬遠するんじゃないですかね。そのスペックじゃないと言いつつも、そもそもね F5.6 よりも明るくできないっていうのは、やっぱりねセンサーサイズがフルサイズとか、あるいは中盤カメラより大きくない APS-C にとっては、そのボケの量っていうよりもセンサーに届く光の量っていうのがね、その ISO との関係ですごく重要になってくるので、それが最初から F5.6 はちょっとないかなっていうふうに思います。で次はね1個だけついてるスイッチに関してなんですが、このスイッチはねスチル動画モードの切り替えスイッチじゃないかなっていうふうには思うんですよね。今ね XT4 にスチルモードと動画モードの切り替えスイッチってついてるんですが、あれがやっぱりねまあ便利なんですよ。あれがめちゃめちゃ便利でね、僕今動画撮ってる α7-4 にもついてるんですが、やっぱりねスイッチあるかないかで、そのね特に Vlog 的な用途のその生産性っていうのがめちゃめちゃ変わってくるんですよ。なのでね今後ね発売されてくる XH2 とかには当然そのスチルとムービーの切り替えスイッチっていうのは搭載してくると思いますが、それより前に発売されたねこの Pro3 だったり T3 だったり、あるいは H1 だったりっていうカメラはね、そもそもそのスチルムービー切り替えのスイッチっていうのがないので、それをねレンズ側につけることによって、例えば XT3 なんかはねめちゃめちゃその動画機としても生まれ変わるぐらいのそういう変化なんじゃないのかなっていうふうに思います。特にねその第4世代のプロセッサーつけてるカメラに関しては、そのスチルモードムービーモードの切り替えをこのカメラ内のねシステムに投入するのはファームウェアアップデートとかでね結構簡単にできちゃうんじゃないのかなと思うので、それはねぜひ積んでほしいなっていうふうに思います。というかねこの後説明するんですが、多分このレンズ手ブレ補正もすごくなるんじゃないかなって予想してるので、これねワンチャンそのスチルムービー切り替えのスイッチがついて、でさらにね手ブレ補正強力ってなった時に、僕 XT3 がねめちゃめちゃ動画機として生まれ変わるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。それこそそのね動画ユーザーであってもそのチルト液晶が欲しいっていう方はたくさんいらっしゃって、そういう方にとってね要は T4 での魅力的な要素、そのスチルムービー切り替えスイッチだったりとか強力な手ブレ補正っていうのが T3 で使えるっていうようになったら、これまた T3 ワンチャンね盛り上がってくるんじゃないのかなっていうふうに思います。でその X サミット内で言われてたそのスチルとムービーのシームレスなねその切り替え使い分けみたいな要素にもこれね合致してるので、僕はこのスイッチはねスチルムービーの切り替えスイッチじゃないかなっていうふうに思います。ないかなっていうよりは僕がめちゃめちゃそうしてほしい。それだったらね本当に買いだと思います。なんならそのレンズ1本と T3 を新しく買い揃えてもいいぐらいかなっていうふうに思いますね。でちょっとねさっき手ブレ補正の話出たんですが、手ブレ補正についてはその動画用により最適化された手ブレ補正になるかなっていうふうに思うんですよね。富士フイルムの今の手ブレ補正って実はかなり強力だと思うんですよ。かなり強力だと思うんですが、どちらかというとそのピタッと止めるっていう方向に舵を切ってるなっていうふうに思って、動画ってやっぱりねそのカメラをこういうふうに動かしながら撮るので、そのピタッと止められると逆にその、ね、動かした時にカクッっていうのがすごく目立っちゃうんですよね。でね結構富士フイルムのカメラレンズの手ブレ補正はそのピタッ
て止める力が強い分、そのカクつきが目立つかなっていうふうに思うんですが、それをね動画用に最適化というか、ある程度こう横にぬるぬる動かした時にぬるっとついてくれるような、そんな感じのね手ブレ補正にしてくるんじゃないかなっていうふうに思います。そうだからそういうところも相まってね、このレンズと実は T3 組み合わせるのは僕結構ねありなんじゃないかなって。まだ全然レンズのスペックちゃんと出てないんで僕の予想ですが、僕の予想通りなレンズに仕上がってきたとしたら T3 とね組み合わせめちゃめちゃ強いと思います。でそれだけじゃなくて、このプロ3もね実は同画機に生まれ変わる可能性を秘めてるので、いやそれはねそういうレンズになってほしいなっていうふうに思います。で次は各種リングですね。各種リングについてなんですが、先端の2つはねおそらく、フォーカスリングとそのズームリングで間違いないと思うんですよ。フォーカスをいじるリング、それからズーム域を変更するためのレンズ、それで間違いないと思うんですが、このねもう一本なんかこの辺なんかこの辺りに変なリング状の何かがくっついてますよね。でこれねどういう仕組みなんだろうなと思って、そもそもね僕リングではないなっていうふうに思ってるんですよ。っていうのも、このズームの真ん中にあの形のリングを放り込んだとしたら、リング状であるとねあのリングの直径分しかその先のねレンズの玉の大きさを作れないので、明らかに設計としてマイナスじゃないですか。あんな中途半端な位置にわざわざあんな狭いちっちゃいリングを入れて、わざわざ工学的なねアドバンテージを狭めるっていうのはちょっと考えづらいなと思うので、あれはねリングではないと思うんですよね。だからリングっぽいスイッチ状の何かじゃないかっていうふうに思って、でまずね今のところ考えられるのが、あのリング状の何かっていうのはこのレンズのねこちら側の絵でここに何かがあるっていうのが見えていたんですが、反対側こっち側にそれが出ているか出ていないかっていうのがね結構でかいミソだなと思って、でもし出ているんだとしたら戦車のキャタピラみたいななんかレンズの中をゴム状になんかグイングインいってるみたいな、そんな形の柔らかいゴム状のパーツになってるんじゃないかと思って、で片側にしか出てないんだとしたら、こっち側にしかね出てないんだとしたら、電動ズームのねズームスイッチみたいな感じのものになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこれがねどういうスイッチになってんのかなっていうのがちょっと僕わかんないんですが、まず候補1としては、このレンズが実は電動ズームもできて、その電動ズームを動かすズーム変更ダイヤルというかスイッチみたいな感じがまず1個目のパターンかなと。で2個目がマルチコントロールスイッチみたいな形になってて、ここでグリグリこのカメラを持ちながら右手でこのスイッチを動かすことによって、絞りだとか他のね別の機能をいじれるとか、そういう風なマルチコントロールスイッチみたいな感じになっているかっていう可能性かなっていう風に思います。あとはねソニーさんのねレンズ見て、ここの絞りリングのクリックのオンオフがあって、これをオフにすると全然ねクリック音がしなくなったりとか、今こういう感じでクリック音があるのがオフにするとヌルヌル動きますよみたいな感じのギミックは入れてくる可能性はあるかなっていうのは思うんですが、それにしてもねとりあえず形状がまず謎なんですよ。あんな中途半端な場所にちょっとだけ表面に出たような、そういう感じのリングなのか何なのかもよくわかんない、謎の装置がどういう風に働くのかなっていうのがちょっと僕もね情報がなさすぎてわかんないんですが、今のところ考えられるとしたら、やっぱり1個は電動ズームでズームスイッチとして使う、でもう1個がマルチコントロールリングみたいな感じで使うんじゃないのかなっていう風に思ってます。でボタンについてはねカスタマイズ可能なボタンにしてくるんじゃないかなと思います。このねレンズについてるボタンっていうのはそんなに珍しいものでもないですし、富士フイルムさんでもねXF200mm とかにボタンついてますよね。で XF200mm の場合は1個がもともと決めていたフォーカスの位置にパッて合わせるボタンで、もう1個がマルチコントロールボタンになるんですが、それも含めて全部ねカスタマイズ可能なボタンになるんじゃないですかね。でそれからオートフォーカスです。オートフォーカスについてはまずねスチールもムービーも対応って言ってる時点で、ムービー用途としてはね静かで滑らかで速いっていうのは多分当たり前に達成してくると思うんですよ。それは当たり前に達成してくると思うんですが、それともう一個ねやっぱりフォーカスで大事なのがブリージングなんですよね。ブリージングって前に物をこういう風に出した時に画角がどのぐらい動くかっていう現象で、僕がね今使ってるシグマさんのね 45mmF2.8 とかはね結構優秀なレンズで、しかもね標準域
のレンズなんで、こうやってやった時に全然ブリージング目立たないですが、レンズによってはね本当にすっごいその背景の画角、その映ってる量っていうのが変わるレンズがあるので、やっぱりね動画用のレンズとして目打つ限りはそのブリージングもねできるだけ抑えてほしいですよね。でね XF1655mm の F2.8 同士のレッドバッチズームがね全然ブリージングが出ないようなレンズだったので、まあね富士フイルムさん的にはそのズームレンズでありながらもブリージングをねかなり抑えるレンズの設計っていうノウハウはすでにあると思うんですよ。なのであとはそれをこのレンズに入れてくるのか来ないのかっていうところだと思います。で実際ねその 1655mm っていうのは APS-C 用のねレンズにしては結構でかかったんですよね。なのでそういうブリージングもねかなり抑制されてたりとかはあったと思うんですが、それをねどういうバランスで収めてくるのかっていうところになると思います。で画質写りの良さについてなんですが、これも完全に僕の予想で XF1680mm の F4 よりは上でも XF1655mm F2.8 よりは下みたいな、この辺りをね狙ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でね今ちょっと中途半端な言い方しましたが、それこそ XF1680mm だって相当いいしっかりとした写りをするんですね。それより上になってる時点でズームレンズとしてはもうめちゃめちゃ完成されてる写りなんですよ。で 1655mm F2.8 っていうのは本当にねなんかもう化け物みたいな圧のある写りがあって、そこまではいかなくてもズームレンズとしては本当に最高峰みたいな写りをしてくれるんじゃないかなっていう風にね思ってます。ていうかね富士フイルムさんはやっぱり高画質押しというか高画素に対応できるレンズを使用してきてるので、 XH2 が出るこの年にねそのちょっと画質は妥協しましたがみたいなそういうレンズはね出してこないっていう風に僕思うんですよね。なので結構画質も優秀なレンズになるんじゃないのかなっていう風に思って、じゃあどんなサイズ感なのっていう感じなんですが、僕ね今言った機能を全部ぶち込むとしたらXF1655mm より下手したらでかくなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。これもねレンズの予想の A にマウントがねちゃんとついてるんで、このマウントの大きさをイメージの中で比較しながらこうどのぐらいのサイズかなっていう風な予測は大体できるんですけど、このぐらいになるんじゃないですか。結構デカめで太めかなっていう風に思って、 XF1655mm っていうのはレンズ口径っていうのはすごいでかかったんですが、どっちかというとこうマウントに行くにつれてしぼんでいくような感じの作りだったんですが、このレンズはねこの均一に結構太くてでかくなるんじゃないかなっていう風に思って、そのねスペック的な部分を考えても1655と同じぐらいの太さでかさになるんじゃないかなっていう風に予想してます。この辺りはねめちゃめちゃきちんとそのマウント径からの比率で計算されたことのある方がいらっしゃったらコメント欄にて教えていただけるとすごく嬉しいです。ということでねこの XF18120mm っていうレンズに関しての僕の予想っていうのを今つらつらとお話ししてきましたが、今のをやっぱりねトータルでまとめるとこの1本さえついてればどんな状況でも絶対取り切れるっていうようなね類のレンズになると思って、でそのコンセプトってまさにマイクロフォーサーズの 12100mmF4 同士のレンズと同じだなっていう風に思うんですよ。でね本当にそう僕もね完全に見落としてたというか全然考えてもいなかったんですが、今年はもう本当に富士フイルムにとっては XH2 の年なんですよね。 XH2 一色の年で、その年にわざわざ出すズームレンズですよ。その年にわざわざ出すその標準域からかなりの望遠までをカバーするその超便利ズームっていうのを出すとしたならば、明らかに XH2 に組み合わせるでしょうってちょっと考えれば分かりそうなことだったんですが、そう見落としちゃってたんですよね。でおそらく富士フイルムさんはその XH2 っていうカメラとこのね XF18120っていうズームレンズ2つを組み合わせてこの1個のセットでどこでも確実に取り切れるよみたいな、 OMD の EM1M2 と 12100mm が1回ねその一世を風靡して全部もういろんな賞を総なめにした状態を XH2 でね再現しに来るんじゃないかなっていう風に思って、結構ねこの1本実は期待できるレンズだったんじゃないかなっていう風に思ってます。まあもちろんね全然予想外れて昔出てた XF18mm135mm の単純なちょっとした焼き直しみたいな感じのレンズになる可能性もありますが、もしね今回僕が予想した方向にかなり近寄ってたとしたら本当にその1本と XH2 だけあればそれで全て完了みたいなそういうね組み合わせに仕上がってくるんじゃないかなっていう風に思います。こうやってね話してる僕も実際 XH2 が α7-4 と同じクラスのカメラに仕上がってて、でこういうねめちゃめちゃすごいレンズが出てきたとしたらそのセッ
ットだけで自分のやることのもう9割5分ぐらいは完了しちゃうんじゃないかなって思います。なのでね、いやほんとこのレンズ楽しみだなって、本当に忘れてたお前が何を言うんだって感じなんですが、めちゃめちゃね、2022年で楽しみなレンズの一本だなっていうふうに思います。ということで今日の動画は以上になります。今日も動画見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram もやっておりますので、興味持っていただいた方はぜひチェックお願いいたします。それではまた次回も動画でお会いしましょう。フォト&シネマベアの井方でした。